変わらない日常から抜け出したい。不安や悩みがあるが、どう行動すればいいかがわからない。一歩踏み出す勇気が欲しい。もしあなたがこのように思っているなら、ぜひ本書を手に取ってみてほしい。この本はあなたを励ますために書いたものだ。あなたが内に秘めた本当の能力に目覚め、自分を責めるのをやめて、輝かしい人生に歩み出すのを手伝うために、私はこの本を書いた。まずはじめに、この本の使い方をお伝えする。この本では、行動に必要なパワーやエネルギーをもたらし、気分を高め、積極性を引き出す、アサーティブな言葉を紹介している。アサーティブな言葉とは、何々するつもり、何々したいといった会話型ではなく、自分は何々だ、自分は何々するといった主張型の言葉だ。また、歴史上の人物や哲学者の言葉、科学的な発見も紹介しているが、それはアプローチを説明する助けになりそうだと思ったからであって、自分の正しさを証明するためではない。どれもいい言葉ではあるが、本当の意味でこの本を読み、この本と触れ合いたいのなら、あなた自身が私の言うことをよく考え、時には疑問を感じてほしい。意見を持ち、検討し、自分であれこれ試してほしい。自分自身のことを確かめるのに、一番いい材料は実体験に決まっている。私の言葉に納得がいかなかったり、心がざわついたり、ムカッときたりすることもあるだろう。それで構わないから、そのまま読み進めていってほしい。いい映画のように、最後には話がすべて繋がってくるはずだ。あまりにもムカついてどうしようもない人は、読むのをやめて、気に入りそうな周りの誰かにこの本をプレゼントするのをお勧めする。この本では、あなたに考えることを求める。言葉や感覚を日々の生活と意識的に結びつけ、人生という広大な土地を探索することを求める。やがてあなたは、話し方と感じ方との魔法のようなつながりに気づくだろう。この本の真の目的は、人生に行き詰まったり、再出発の必要を感じたりした時の出発点になることだ。そういう時が来たなら、この本の世界へ飛び込み、内容を飲み込んで、そしてまだ見ぬ自分を解き放ってほしい。楽しんでくれたら幸いだ。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、あなたはあなたが使っている言葉でできているという本をご紹介します。著者はゲイリー・ジョン・ビショップさん。彼は世界有数の人材開発企業でシニアプログラムディレクターとして世界中の何千人もの人にコーチを行ってきました。そんな彼が書いたこの本には2つのとってもユニークなポイントがあるんです。一つは、この本で彼は正しい言葉を使って人生を上向かせる方法を解説しているのですが、今すぐポジティブな思考を持とうとか、自分を愛そうとかいう話ではなく、全く別のアプローチであるところ。もう一つは、著者がまるであなたの隣で語りかけてくるような文章であなたを勇気づけてくれるところ。本当にコーチングを受けているみたいな感覚なんです。世界的名コーチである著者と対話を重ねていきながら、答えを導き出していく様子は、自分が映画やドラマの中に入ったような感覚です。ちょっと角度は違いますが、翻訳の本ということで、さらにメッセージが海外ドラマ風になっているところも地味に楽しかったりします。本書では全部で9つのステップがあるのですが、本動画では最初のステップの一部をご紹介して、この雰囲気を味わってもらいたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。まず、最初に心に刻むべきことを伝える。すべてはここからだ。これもいくつかのステップで説明していきたいと思うが、まず意識しなければいけないのは、人は常に自分と会話しているということ。あなたは自分が回し車の上のハムスターのようだと感じたことはないだろうか。猛烈に足を動かしているのに、ちっとも前に進んでいない気がしたことは、思考がぐるぐるとループし、小さな声が、お前は怠けてばかりいる。バカだ。どうしようもないやつだ。と囁きかけてくる。その声に飲み込まれそうになっているのにも気づかず、毎日をストレスや緊張と戦うことに費やしている。自分の人生を生きようと頑張りつつも、このまま無限ループから抜け出せず、人生の目標へたどり着けないんじゃないか、という諦めに押しつぶされそうになっている。求めている幸福やダイエットの成功、仕事のキャリア、人間関係といったものには永久に手が届かない気がする。そんな風に心の中の自滅的な声が止まらない人のためにこの本はある。
寄せては返す不安の波は日々の生活を蝕んでいく。この本はあなたを励ますために書いたものだ。あなたが内に秘めた本当の能力に目覚め、自分を責めるのをやめて、輝かしい人生に歩み出すのを手伝うために私はこの本を書いた。まずは大切なことを確認しよう。人は皆2種類の会話をしながら生きている。他の人との会話と自分との会話だ。自分と喋ったりなんてしないと言い張る人もいるかもしれないが、実は人間の一番の話し相手は自分自身なのだ。頭の中は誰にとっても心地いいプライベートな空間だからだ。内気な人も社交的な人もクリエイティブな人も現実的な人も誰もが多くの時間を自分と喋って過ごしている。自分と喋りながら運動し、働き、食べ、読書し、物を書き、歩き、メールし、泣き、話し合い、計画を立て、瞑想する。眠っている時も自分との会話は続いている。この動画を見ている今この瞬間も続いている。研究によると人間の頭には1日5万以上もの考えが浮かぶそうだ。私たちはいつも自分に対して頭の中でそんなのは違うとか負けるもんかとか言いながら生きている。自分にどんな言葉をかけるかで人生が変わる。自分と何を話すかが人生の質を決定的に左右するということが神経科学や心理学の研究で証明されてきている。アラバマ大学のハート教授は被験者に楽しかった出来事と辛い出来事、そのどちらでもない中間的な出来事を思い出してもらう実験を行った。すると何かの出来事をまるで今それが起こっているかのように語る人は中間的な出来事を楽しい思い出のように、辛い出来事は実際よりもっと辛いことのように感じているのが分かったという。つまり、どう表現するかで自分が置かれた状況の捉え方や感じ方は変わってくるし、人生の過ごし方や様々な問題への対応の仕方も随分違ってくるということだ。さらに、自分とポジティブな会話を行えば、気分が良くなり、自信が増し、生産性が高まるといった好影響が出ることが次々と解明されている。ハート教授の研究からわかるように、言葉は幸せな人生を送るための鍵になる。ところがその逆もまたしかりで、自分とのネガティブな会話は気持ちを落ち込ませ、絶望を招く。些細な問題を大問題のように見せ、ありもしない問題を作り出す。話し方によっては想像を絶する苦しみを味わいかねない。そうした点を踏まえた上で、一つはっきりさせておこう。この本は正しい言葉を使って人生を上向かせる方法を解説したものだが、私は今すぐポジティブな思考を持てとか、自分を愛そうとか言うつもりはない。そうした方法は成否はともかく出尽くした感があるし、この本で紹介するのは全く別のアプローチだ。ポジティブシンキング好きの人にとっては残念な話かもしれないが、この本では別の道を行く。この本の目的は、本当の意味であなたの手助けをすること。あなたに本当に合ったヒントを示し、本当の能力を引き出せるようにすることだ。ネガティブな言葉がネガティブな感情を呼ぶ。人間は常に理性的なことを言ったり、やったりできるわけではないのに、私たちは皆自分がいつも理性的だと思い込んでいる。ちょっとしたネガティブな会話からも悪影響を被って、ネガティブな感情が呼び覚まされていることに気づいていない。心の声はいつもはっきり聞こえてくるわけではなく、抑えめの時もあるが、マイナスの作用は変わらない。何かに取り組んでいて、すごく大変、間に合わなかったらどうしよう、と思ったことはないだろうか。あるいは、しくじった場合が気になって不安や心配を感じたことは？こうしたネガティブな言葉は、怒りや悲しみ、フラストレーションの呼び水になり、全く別の状況でそうした負の感情が爆発する原因になりかねない。ネガティブな声は人生の大敵だ。大変だ、と自分に言うほど本当に大変な気がしてくる。自分にとっての現実は自分の頭で作り出せる。話し方が影響するのはその瞬間だけではない。話し方はその人の無意識に入り込み、体の一部になって、後々の思考や行動も変えていく。人生は不公平だ、と不平を言いながら生きている人は、その見方に沿った行動を取るようになり、やがては被害妄想を抱く。ある研究によれば、そんな不平をよく言う人は仕事がおざなりになるという。頑張ったって意味がない、と最初から決めつけているからだ。不公平だという見方は、こうしてあっという間にその人の現実になっていく。
逆に、成功はどこにでも転がっているという見方の人は、エネルギッシュで生き生きとした人生を送ることができる。問題をどう捉え、どう表現するかは、すべて自分次第だ。それは足かせにもなれば、前へ進むための踏み台にもなる。痛いと思う気持ちを否定すれば、痛み自体もなくなる。マルクス・アウレリウス。ローマ皇帝のこの言葉をよく考えてほしい。人生のあり方は、状況や事情ではなく、自分との対話の仕方によって決まってくる。自分ならできる、あるいは自分にはできないという思考は、実際の状況よりも自分の無意識の影響を強く受けている。さて、あなたはどうする？答えを見つける必要なんてない。あなたが答えなのだから。この本は、あなたが答えを手に入れることを願うが、答えは外側ではなく、あなたの中にある。答えを見つける必要なんてない。あなたが答えなのだから。私のクライアントには、白馬の騎士の訪れをずっと待っている人がいるが、私はよくこう伝える。あなたが騎士なのだと。あなたの人生は、あなたの訪れを待っている。講義はまだまだ始まったばかりだ。これから全部で9つの講義を受けてもらう。ただこの本を読むだけじゃなくて、同じことの繰り返しだった自分の人生を考えよう。そして動こう。ちょっと後で、ダメ。今やろう。頭が悪いからちょっとよくわからな。ストップ。ごまかすのはやめよう。思考にコントロールされる日々はもう終わりだ。思考が生み出す言い訳や不安に足を取られるのはもう終わりだ。あなたは思考じゃない。行動だ。そして行動だけがあなたを今いる場所から引っ張り出し、望みの場所へ連れて行く力を持っている。今日という日を生きるだけじゃなくて、今という瞬間、時間、週、月を生きる。自分の人生を生き、自分自身として生きる権利を主張していくのだ。具体的にどうすればいいのかわからないって？そんなあなたには、この講義の続きを受けることを強くお勧めする。ゲイリーのコーチングはいかがでしたか？僕は、この本を読みながら、ビリーズブートキャンプのビリー隊長からの叱咤激励を思い出していました。こんなに自分に語りかけて、励まし、時には怒ってくれる本はなかなかないと思います。変わらない日常から抜け出したい。不安や悩みがあるが、どう行動すればいいかわからない。一歩踏み出す勇気が欲しいという方、実際に本書を手に取り、ゲイリーのコーチングを受けてみてはいかがでしょうか。刺激的かつ、変わるための道筋がわかること、間違いありませんよ。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。